物の価値って何っていうことについてちょっとお話したいと思います。物の価値って本当に難しいと思うんですよ。一番分かりやすいのはその値段でしょうかね。価格っていうものに置き換えるのが一番分かりやすいのかもしれないけれども、ただそれも大富豪の1万円と小学生の1万円じゃ多分違うと思うんですよね、価値はね。私自身その時計の値段を決める時っていうのは結構非常にざっくりっていう感じでですね、これどのくらい時間かかるかな、このぐらいなのかなみたいな、もっと高くてもよかったかなとかって思うこともありますし、だから合ってないようなもんですよね。で正直自分の値段をつけて売り出す時が一番緊張しますね。問い合わせ一件もなかったらどうしようとか、だけどこのぐらいはもらわないと多分生活できないなみたいな、そんなに儲かる仕事ではないですね、この規模で。私の場合は1年で、1本か2本ですね、今作れる数がですね。ただそれ以上にお金以上に面白いとかワクワクできるとか、誰かに指図を受けることなく自分で好きなものを、自分のベースで作れるとか、お金に換えられない価値というかですね、良さとしてあるのかなと思いますけどね。やっぱり時計、どんなものにせよこの最終的なこの完成品だけを見て、その背後にあるストーリーというか、誰がどこでどんな風に作ったのかっていうのはなかなか伝えることは難しいと思うんですよ。特に今本当にもう AI とかもすごいことになってて、一瞬でこんなの絵が描けちゃうのみたいな時代なのでですね、特にだからこのプロセスっていうのが大事なのかなっていうふうに思うんですよね。なので1年かけて制作プロセスをですね、自分で一枚一枚写真を撮って一冊の写真集にして時計と一緒にお渡しするようにしてるんですね。やっぱり自分でやるにつれて、その他の時計と自分の時計の大きな違いって何なんだろうと思った時に、やっぱりこのプロセスは全然違うよなと思って、でやっぱり自分自身がそのプロセスを楽しみながらやってるものなので、そのワクワクとか面白さっていうのを自分だけのものにしとくのはもったいないなと。じゃあ写真集にしてこうやってあなたの時計は生み出されましたっていうのをお客さんにもその一部だけでもですね伝わればいいかなと思ってやってますね。やっぱり私の作ってる時計って一本一本が全部違うんですよね。そのお客様と対話しながら要素を取り入れたりだとか、そのプロセスに価値を感じると思わない人は私の時計を買うメリットはないと思うんですよ。なのでそういう他ではできない体験だとか、そういうものが形になっていく面白さだとか、本当私とそのお客様との共犯関係みたいな、その狭い世界の中でのお互いが共有している価値みたいな、この意味はどんな意味が含まれてるんだろう、これって2人の秘密みたいなところがあるんですよね。やっぱり最初に見て、その瞬間の価値、これは非常に大きな価値だと思うので、リスクはありますけどね、開けてちょっと思ったのと違うっていう風になるリスクはあるけども、ただけどやっぱり開けて初めて実物こんなすごいっていうその瞬間はやっぱり台無しにしたくないというか。自分ではあんまりやろうと思ってなかったようなこととか、お客様から頂いてっていうことも結構ありますね。それによってチャレンジっていうのも結構生まれますし、やっぱりある程度ものを作ってくると自分の思ったものを自分で形にするっていうのはできるようになっちゃうんですよね。逆に今度はお客様からお題をいただいて、それを形にして喜ばせるっていう方がより面白いというかですね、ちょっと難易度が上がるんですけど、それがうまくやっぱハマった時の喜びというか、やってよかったなっていう思いがやっぱり非常に大きいんで、売るところまでやっぱり自分でやりたいんですよね。そのお客様に収めてリアクションをいただくっていうところまで含めて、私にとってのそのものづくりの価値というかですね、醍醐味だなっていうふうに思うんで、やっぱりそういうお客様とのつばぜり合いとは言わないけど、やっぱりそのもらったやつで1年かけてちゃんとやるぞ、それがないとだけど生活もできないぞみたいな、やっぱりそういうひりついた感じがあるから、ある意味いいものもできるっていう気もするんですよね。もう納期いくらでもいいです、お金もいくらでも出しますって言われたら多分何もやんないと思うんですね。もうダラダラしてて、やっぱりその納期があってその中でやらないといけないで集中してやる、そういうのがあるからいいのかなとも思います。